取り木を外す時期でもないのに、ただまだ水苔がギュッと押さえてあるだけで、取り木剪定の一番悪い時期に外してあるもんで、そんな感じですので、こういうのになるんです。はい、じゃあ、今日はですね、餅崩しっていうのか、昨年の実は7月頃に、取り木をして外してもうすぐにこういう鉢に植えたというような感じですね。それから管理してる間に徐々にこういうのが青いのが枯れ葉に変わっていくというような事態になりまして、それで枯れ葉をうまくハサミで取ると、これ取った後なんですがね、こういう枝を切ったりなんかした跡があるんですが、この辺もね、そうするとまた、他のところへずっとこういう悪い赤葉が出るというなんか得体の知れぬ現象がありまして、暮れからもう掘ってあるんですよ。これがむしろ触らない方がいいんだなということで、でやっぱり、今年になって暖かくなってきたら、まあ枯れるのはこういう状態でストップして、今度芽が吹き出したんですね。こういう生きてる芽が。まあこれが一番いい状態だと思いますので、今日これをまあ植え替え、こういうちょっと赤葉を取って植え替えた方がいいんじゃないかなと。ということは慌てて植え替える必要はないんですが、このままほっとくとこの中の根がどうなってるかわからないですね。したがって、もう一度植え替え直す、まあ、これが最初の目的です。ということで、できるだけこの赤葉は取るんですが、無理してあまり取ろうとすると、こういう青い枝っていうんですか、まあ芽が動き出してる、こちらを傷める可能性がありますのでね、まあそんなに完璧な取り方しなくても、大丈夫ですので、まあといってあまりだらしのない赤芽は見せたくないんで、こういうふうですね。ちょっと触るとまあパラパラと落ちる程度でいいです。あまりこれ強く引っ張ると枝が折れる可能性がありますからね。で、どうしても外したいときは、今の植え替えが一番いいんです。ちょうどいいっていう期間は最低気温が10度以上、時々9度ぐらいになるという時期はちょっと危険ですからね。これが枯れそうなものはその時期に植え替えする、それも重要な知識のうちに入れといてください。こんなとこだな。これを植え替えやるとどうしてこうなったか大体わかるはずだけどね。植え替えやらんとこのまた悪なる可能性がある。完全に良くするためには、これでバーッと吹けば、こういうね、だからね、
もうこれほんで根はええんだよな。それが不思議だな。根がいい。うわ、こうやるともう根はそんなに悪くないってことは面白ないな。原因がわからん。これはここの辺腐ってる。上の方から水苔で巻いちゃったところが腐ってる。これか。原因はここにあるんだ。これ水苔で巻いて、取り木をしたまんまだ。取り木をして、これ取り木をしてこれを外して土で管理しなあかんな。それを水苔だけの力で雇ったもんで、いやだけどこれは生き返ると太くなるんだよ。今度この根をまあ原因が分かったし、なるべくだから今ここら辺でも水苔は腐っとるんだ。水やら腐るし、水やらんと下の根が生きてかんし、そういうことだ。これ水苔ばっかだもんしよい。水苔が外してないよ。うわ、これはもう腐っとるんだよ。よし、これで植える。こういう感じになったね。もうこれでここのまあ多少はまだ残っとるけど、まあそう完璧じゃないしね。この辺には残っとる。これはこの幹の葉だ。こうやってね、一応乾きのいいような土で、1年やっぱり育てるとしっかりした根ができますわ。このままほっとくよりは危険度が少ないで、そうするしかない。根のをしっかりさせて、でまあ例えば秋に
秋っていうか展示に出したいなっていう時は、秋にもう一回化粧鉢に変えて展示に、まあそういうことだな、やっぱりこれを本当に展示までできるようにするには2年かかる。2年か3年かかる。まあこの状態はな。作り上げていくには。この代わり2年かけて素晴らしいもんになるよ。直感じゃないけど、こういう小型の場合はこういう感じで、まあ大木の感じだけで十分。2年かかればいい盆栽ができる。で、大木樹形で完成だわ。まあこういう状態のものをがあったら、まあ皆さんも植え替えをしてみてください。よし。まあこういうふうだね。まあ一応こう見苦しいんだよ。木を回復させるための作業だから、まあ当面はちょっと見苦しいけど、全体がまた復活してくれば見やすくなるように。